ごきげんよう、こうさぎちゃんたちのオピニオンリーダー、望月ひまりだよ。今回は次に発売されるアダルトゲーミングソフトウェアからどれを購入するか、こうさぎちゃんたちにコンセンサスを得るためにメイクディシジョンしていきたいと思います。MTG はブレスト形式で行うので、こうさぎちゃんたちは気軽にアイデアを出してください。はい、見えたんじゃないですか？ひまりが IT 大手の重役に次に買うエロゲの話をしただけなのに IT 企業の重役に見えたんじゃないでしょうか。今回は意識高くエロゲの話をしていこうと思います。ほら、ひまり YouTuber の業界にいるじゃん。今は生主ブームなわけだけど、これれっきとした IT 業界なわけよ。 IT 業界といえば意識高い専門用語、テクニカルタームです。会議じゃなくてミーティング、案を募るじゃなくてブレインストーミング、ブレスト、同意をコンセンサス、主導権はイニシアチブ、最高級はフラグシープ、目標はマイルストーンと置き換えていけばね、意識高い、自分磨き、自己啓発みたいな層にもエロゲを遊んでもらえるのではないかと。おっと、今はエロゲじゃなくてアダルトゲーミングではですね、2020年第2四半期 Q2 の8、9月度のアダルトゲーミングについて MTG、いやカンファレンスの方ですかね、行わせていただこうかと思います。まずですね、始める前にちょっと質問しようかな。じゃあこの中でアダルトゲーミングソフトウェアで遊んだことあるよとか知ってるよって人ってどのくらいいる？あ、結構いるんですね。なるほどなるほど。じゃあちょっと手は下ろしていただいて、じゃあそうだな、じゃあ次に月に1本以上購入してるよ、 DL サイトとかで購入してるよって人どのくらいいるかな？こうなるとちょっと半分以下には減っちゃうっていう感じなのかな。なるほどね。わかりました。ありがとうございます。なるほどなるほど。そうしますと、ちょっとね、わからないよーっていうこうさぎちゃんたちにもわかるように説明して、分かっていただければなと思っている次第でございますので、ちょっとな、前提としてすごく知ってるんだよなっていうこうさぎちゃんにはちょっと退屈かもしれませんけれども、お話の方をお付き合いいただければ、幸いでございます。先に触れておくと、ひまりハードウェアの方はですね、あまりキャッチアップできておりません。一応ね、3D カスタム少女など一部ソフトに対応のアダルトゲーミングデバイスとして、USB 用なセルフプレジャーデバイスなどがあるわけなんですが、ひまりはあまりキャッチアップができておりません。あらかじめアグリーいただけると幸いです。まず直近の8月末からですが、ひまりとコラボレーションを行っておりますアダルトゲーミングソフトウェア極限痴漢得意点リリースされております。触り手と呼ばれる痴漢たちがストリーミングを行い、会員たちがドネーションを行う闇の痴漢組織バチカン。フリーランスの痴漢草壁喜一はサジェスチョンを受けバチカンにジョイン、ストリーマーとしてサクセスを重ねていく。 CEO も CCO も不明の組織バチカンのコーポレートガバナンスとは、エクイティストーリーとは、ミステリアスなプロットラインにディープな痴漢描写、ご確認ください。そして空の少女ニューキャストリマスターエディションね、これね、2013年に発売され高い評価を受けたマスターピースがキャスティングを変更して再リリース。ひまり個人としても倍のディシジョンを行っております。あと、駆け抜け青春スパーキング、こちらはライターの方がひまりとツイッター相互フォローを行うという形でね、パートナーシップ協定の方結んでおりますので、チェックの方をいただきたいと考えております。そしてですね、9月でございます。9月、こちらはですね、やっぱりマドソフトからのリリースされますはみ出しクリエイティブですね。こちら9月のアダルトゲーミングソフトウェアでひまりとコラボレーションの方を実施させていただいている作品でございます。ひ
ヒロインのはすみちゃんという方がですね、バーチャル YouTuber、ストリーマー、シンガー、さらにコンポーザーとして活躍されているマルチタレントな方という設定でして、ヘイひまりとのコラボレーションの方を実施させていただいているというわけですね。チューバーという共通点の方、フィーチャーした動画を撮影させていただきまして、有意義なディスカッションの方行わせていただきましたので、スマートフォンの方お持ちの方はですね、マドソフトさんのチャンネルの方でご覧いただけますという思いですね。はすみさんはですね、引きこもりがちな人気 VTuber のアクターという方でして、男性恐怖症アンドロフォビアを抱えているようなんですが、主人公の前では安心できるというですね、テンプレートなステレオタイプといえばそうかもしれないんですけれども、非常に理想的アイディアルなヒロインという風にね、ひまりとしてはファーストインプレッション得ました。このですね、クリエイター兼アダルトゲーミング作品のヒロインというのはですね、ヘイひまりが目指しているモデルケースの一つですから、今後ともパートナーシップの方を続けていきたいと考えている次第であります。持続可能なエロゲ開発 SDG ですね。あとはですね、鍵を隠したカゴの鳥、バードインケージハイディングザキー、こちらですね、キャビッツというソフトハウスの6年ぶりの新作のリリースですからね、ブロックバスタータイトルではございませんが、ミステリ作品の要素をフューチャーしたタイトルになっているのではないかとひまりは考えております。バイのディシジョンメイキングに至った次第でございますね。桜のくん、スカーレットの恋などもそうですね。アメイジンググレイスのキャベツソフト、キャベツソフトですね、ニューリリースですが、こちらも非常に期待値が高い作品とねなっております。以上のようなね、アダルトゲーミングソフトウェアの方でですね、購入のコンセンサスを得るということで、ユニクリエイト社内アダルトゲーミングセクションでディシジョンメイキングいたしましたので、引き続きよろしくお願いいたします。以上、アダルトゲーミング事業部チーフマネージャーライスケーキムーンひまりでした。いかがでしたか？これでひまりも IT 業界にジョインできたと思います。ジョイン、アダルトゲーミングにジョイン。もし人前でエロゲ言うのが恥ずかしいっていう時は、アダルトゲーミングにジョイン。寮の塾もパワージョイントゥーガールやっていきましょう。アダルトゲーミングタレントライスケーキムーンひまりでした。チャンネル登録よろしくね。お願いします。チャンネル登録してね。よろしく。